世界一の投資家、ウォーレン・バフェットは、自分にとって重要な情報を暗記する習慣を持っている。これは幼い頃からの習慣であり、この習慣こそが自分の成功を決定づけたと語っている。マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツは、いくら忙しくても、読書をする時間だけは確保している。マイクロソフトを経営していた頃も、たびたび読書のために休暇を取った。時には、外部からの連絡を絶って、読書のために山荘に1週間もこもることもあったという。ソフトバンクグループ創始者、孫正義は、毎日5分だけ使って、1日に1つ、発明をする習慣を自らに課していた。この習慣には、考える時間は5分に限ること、5分考えてもアイデアがなければその日は諦めること、の2つのルールがあった。孫は、毎日5分の発明を続けるうちに、発明方法の法則が見えるようになったと語っている。パイプフィクションやキルビルなどで知られるアメリカの映画監督クエンティン・タランティーノは、聞こえてきたジョークや友達が雑談の中で口にした面白いことをメモする習慣を持っているという。これらのメモを参照しながらシナリオを構成することで、彼の独特のブラックユーモアと意外性のあるストーリーは作られるのである。フランスを代表する文豪オノレ・ド・バルザックは、多作な作家として知られ、1日に15時間働いたと言われているが、それを支えていたのが毎日平均50杯ものコーヒーを飲む習慣だった。彼は、コーヒーは私の人生の偉大な原動力だ。私はコーヒーの効果を全身で感じている。と語っている。ちなみに、マイクロソフトの創業者、ビル・ゲイツは、若い頃は毎日12本のコーラを飲みながら、プログラミングをしていた。エンターテインメント業界の王様、ウォルト・ディズニーは、腹いっぱいにランチを食べると、頭の働きが鈍くなる、と考えており、ランチはサラダなど消化しやすい軽食とトマトジュースのシンプルなものだった。ただし、昼食は軽食で済ませる分、ナッツやクラッカーなどをポケットに忍ばせ、働きながら食べていたという。コンピュータの父、フォン・ノイマンは、うるさい音楽や騒々しい場所が大好きだった。わざわざナイトクラブに鉛筆と紙を持って行ったこともあるという。大学の研究室でもお構いなしに大音量で音楽を流すものだから、隣の部屋の教授が怒って講義に来たこともある。ちなみにその教授はアルベルト・アインシュタインである。音楽の授業でおなじみの作曲家、ルートヴィヒ・ベートーベンは、作曲を机の上ではなく、散歩しながら進める習慣を持っていた。ベートーベンは毎日、ランチを食べると、紙と鉛筆を持って3、4時間も散歩をし、歩いているうちに曲想が頭に浮かぶとすかさず持っていた紙に書き留めた。青色 LED を発明してノーベル物理学賞を受賞した中村修二は、実験するときに実験装置を改造して使う習慣を持っていた。中村は、日本の研究者たちが設備をカスタマイズせず、そのまま使うことを批判しており、設備を改造する習慣がないと、新たな発見は難しくなると語っている。DNA の構造を解明してノーベル生理学・医学賞を受賞したフランシス・クリックは、同時代の生物学者たちが何を研究しているかを強い関心を持って調べ回る習慣を持っていた。彼は他の科学者の研究の重要性や何が自分たちの役に立つかを見分ける能力を持っており、他の学者が撮った X 線解析写真を見せてもらったことが DNA の構造解明の重要なヒントとなった。E.T. やジュラシック・パークの監督、スティーブン・スピルバーグは、大学生の時、社員のふりをしてユニバーサル・スタジオに出入りし、映画作りを学んでいた。戦争と平和やアンナ・カレーニナなどで知られるロシアの文豪レオ・トルストイは、19歳から死ぬまで60年にわたって日記を書き続けた。日常の記録から勉強の計画とその実践、宗教と哲学への考察、若い時の情欲と女性関係、それに対する罪悪感と反省などを記しており、自分の日常を冷静に観察し、自己管理のために活用していた。フランス革命期の軍人、革命家ナポレオン・ボナパルトは、読書付きで遠征する時も戦場に馬車で多くの本を持って行った。
ナポレオンは本を読むにあたっては時と場所を選ばず、馬で行軍するときは馬上でも読書をしていた。石油王ジョン・ロックフェラーは毎日寝る前に自分の消費のすべてを帳簿に記録する習慣を持っていた。この習慣は母親からお小遣いをもらった時から続けており、ロックフェラーは自分の子供たちにも同じ習慣を身につけさせようと教えたという。物理学の3分の1はニュートンが、3分の1はアインシュタインが、残りの3分の1はマクスウェルが作ったという言葉がある。この言葉の中に出てくるジェームズ・クラーク・マクスウェルは古典電磁気学を確立した物理学者である。マクスウェルは詩が好きで、自分の考えを詩で表現する習慣を持っていた。自然法則を物理学のシンプルな数式で表すのと同じく、自分の感情をシンプルな形で表現できる詩が好きだったのだ。最後の相場師、投資家、是川銀蔵は、常に経済の動向に目を配り、2年後の変化を予想する習慣を持っていた。是川の情報源は経済誌一紙だけだったというが、記事を読んだ後に、それに関連する政府の報告書や統計資料などを分析して変化の予想に生かしたという。数学のノーベル賞と言われるフィールズ賞を受賞した弘中平介は、難しい問題に挑戦するときは、私はバカだからとつぶやく習慣がある。そうすることで心が軽くなり柔軟な発想に結びつくのだという。アップルの創業者スティーブ・ジョブズは、感情的になるとすぐ泣いていた。彼は泣くことについてこう言っている。私はたびたび完璧な純粋さ、純粋な霊魂と愛の中に私がいることを感じる。その時、私はいつも泣く。発明王トーマス・エジソンは、常にかっこいいプレゼンテーションを追求する習慣を持っていた。周囲に強い印象を与えられれば、似たような発明品だったとしても、他の発明品に一歩先んじることができることを知っていたのである。映画音楽の作曲家、エンニオ・モリコーネは、曲を作ると真っ先に妻に聞かせる。その理由は、自分の成果物を客観的に評価することはできないと考えており、忖度なしに素直な意見を聞かせてくれる人が必要だからだ。万有引力を発見したアイザック・ニュートンは、読書中に重要だと思った部分に印をつけるために、本のページの角が彼が重要だと考えた文章を指すように大きく折る習慣を持っていた。IKEA の創業者インクベル・カンプラードは億万長者だったが質素な生活をしていた。まず彼は通勤には電車を利用していた。またお茶を飲むときティーバッグは必ず2回以上使った。そして当然家具はすべて IKEA 製であった。社会主義や労働運動に強い影響を与えた経済学者カール・マルクスは、一つ一つの仕事に順番に着手するのではなく、ある仕事を半分ほど終えると別の仕事に手をつける習慣を持っていた。二つの仕事について同時に考えていると頭を休めることなく忙しく動かさなければならず、マルクスはこの状態を楽しんでいたという。音楽の母ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルは、自分の作品が完成するまでのプロセスのすべてを完璧に記録する習慣を持っていた。ネットフリックスの創業者リード・ヘイスティングスは、スマートフォンを使ってほとんどすべての業務を処理する習慣を持っている。ヘイスティングスはいちいちオフィスに戻ってパソコンを使う代わりに、社外のいろいろな人と会ってコミュニケーションを取ることにより多くの時間を使うようにしている。惑星の軌道は楕円であるというケプラーの法則を発見したドイツの天文学者ヨハネス・ケプラーは、占星術をたしなんでおり、占星術で稼いだお金を自分の研究に投資していた。若きウェルテルの悩みやファウストなどの名作を残したドイツの文豪ヨハン・ボルフガング・フォンゲーテは、若い頃友達のラブレターの代筆をすることでその文才を磨いた。フランスの画家ポール・ゴーギャンは、私は見るために目を閉じると語っている。これは人を描くときに外見ではなくその人から受けた印象を描くことを重視したためである。アメリカ FBI 初代長官ジョン・エドガー・フーバーは、
自分の権限を利用して政治家たちのスキャンダルの証拠を収集する習慣を持っていた。彼はあらゆる政治家の私生活や不正について、時には自宅のゴミ箱まで漁って調べ尽くしていた。フーバーは生き馬の目を抜くアメリカ政界の中枢で、このような方法で48年の長期にわたり FBI 長官の座に君臨し続けた。オランダの画家フィンセント・ファン・ゴッホは弟テオに手紙を書く習慣を持っていた。形式上は手紙の形をとっているが、中身は自分の考えを明かした日記だったり、作品の構想を記したメモだったりした。レオンやフィフス・エレメントなどを監督したリュック・ベッソンは、映画の制作が始まると、毎朝同じアルバムを聴きながら撮影に向かう習慣がある。毎日同じアルバムを聴くことで、同じテンポと同じ感情を維持することができるからだという。アマゾンの創業者、ジェフ・ベゾスは、ユーザーからの要請や提案、講義に目を通し、重要だと判断したメールにはクエスチョンマークだけを追加して、担当者に転送する習慣を持っており、顧客のクレームを即座に処理する仕組みを極限まで簡略化している。ギターの歴史を変えたと言われる天才ギタリスト、イングベイ・マルムスティーンは、速い曲を練習するときには、右手と左手を分けて練習し、両手で別々に練習した後に、それを合わせる習慣を持っているという。ハリー・ポッターの原作者、J.K. ローリングは、作品を執筆する前に、カラーペンで、登場人物たちの相関図を作る習慣を持っている。手で紙に書くことによる頭脳の活性化や、カラーで区別することで、情報がまとまり、思考の体系化に役立っているためである。